人生の目的って何だろう。どうも、くー先生です。よろしくお願いいたします。今回はちょっとメガネで失礼します。真面目っぽいでしょ。ということで、はい。まずそれ置いといて。いや、YouTube 楽しいですね。情報発信っていうのは生きがいになりそうですね。人生の目的、私の目的ですね。それにつながる感じなんですが、今回は、前回に引き続き、引き続きというか、似たようなテーマですね。人生の目的についてお話しさせていただきたいと思います。この間はね、人が生きる意味は何だろうということで、感動に出会うために人は生きてるんじゃないかなというのをお話しさせていただきました。よかったらね、前回の動画の URL 説明欄貼っとくんで、これでいいかな見てもらえると楽しいです。楽しいですね。よかったらね、前回の動画貼っとくので見ていただけるとありがたいです。今回はちょっと、似たような感じなんですけどね。人生の目的ですね。人生の目的を、しっかり定めていくための、人生の3本柱についてお話しさせていただきたいと思います。いやね、かくいう私もねってすごいなまってる。何人やねんっていう。沖縄ではないですよ。私、山形生まれでございます。はい。今、雪降ってるのかな。そこはまで置いといて、そう、かくいう私もね、人が生きる意味っていうのは、前回話させていただいた通り、感動に出会うためだっていう感じで、ひたすら刺激を求めて生きてたんですけどね。こうやって言うとすごい冒険家みたいですが、でもそれでもなんか人生の目的というか目標みたいなのがなくて、なんかもう長いことフラフラしてましたね。あれも違う、これも違うみたいなね。簡単に言うと、流されて生きてましたね。そういう生き方もあるのかもしれないですけどね。今回はそういう話ではなくて、誰にでも活用できるような、情報をシェアしていくので、安心して見ていただけるといいですね。結論から言えば、人生の3本柱っていうのが3つありまして、1個目が生きがいを見つけること。2個目が、生きた証を残す活動をしていくこと。3つ目が、生き方ですね。を決めること。この3つですね。この3つを聞いてちょっとピンときた方もいるかもしれないですね。ひょっとしたら、心理学とか哲学とかそういうのが好きな人だったら。うん。この3つの考え方っていうのは、実は、もうすでに答えを出してる人がいて、世界的に有名な本を書いた人でもあるんですが、ビクトール・イー・フランクルっていう、ユダヤ系の、哲学者の方ですね。が、世界大戦の、ナチスの収容所、世界一過酷な環境と言われてたところで、明日死ぬかもしれないっていう過酷な環境の中で、育っていた考え方というか、なんで、逆境の心理学とも言われてますね。フランクル哲学とかって言ってね、フランクル哲学は3つの価値を説いていて、体験価値、創造価値、態度価値ですね。こうやって聞くとさっきの、生きがいを見つける、生きた証を残す、生き方を決めるっていう3つに、そのまま当てはまる考え方ですね。というかもう、ぶっちゃけ、フランクル哲学を、パクったって言い方はあれですけど、発展させた考え方ですね。そう。パクったって言い方良くないな。うん。ちょっとまた脱線しちゃうけど、パクったって言うとなんか世の中の学問全部パクリじゃんっていうね。先代からのなんか積み上げてった知識をもとにさらに発展させてった数学とか建築とかそうじゃないですか。前の偉大な人が見つけた法則をもとにさらに発展させて、複雑化させて、応用を効かせて、それと一緒ですね。はい。こんなこと言うとなんかパクリじゃねえかみたいな言う人もいるかもしれないので、一応ね、はい。ちょっと脱線してますが、私のこの人生の3本柱っていうのは、まとめると、フランクルの、3つの価値基準っていうのを元にしてますよっていう話ですね。生きがい、体験価値、生きた証を残す創造価値、生き方を決める、態度価値ですね。この3つはまた後日、それぞれちょっと分けて話していこうかなとは思うんですけど、とりあえず、この3つの概要ですね。この3つって何ぞやっていう話ですね。まず1個目の体験価値っていうのが、生きがいに集約されるんじゃないかっていう考えですね、私の。もともとは、世界を感じる、体験を通して、世界を感じることに、価値を置くのが体験価値ですね。この間話した、感動のために人は生まれてきたっていう話に通じる内容ですね。この素晴らしい世界を感じる、体験することに価値を見出す、生きがいを決めるってことですね。生きがいについては、この間話した通りですね。その応用編みたいなのは、また近々話すと思うんですけど、二つ目の創造価値っていうのは、読んで字のごとく、何かを成し遂げるとか生み出すとかですね。価値を生み出すっていう言い方が合ってるのかな。人によって解釈は違うと思うんですけど、仕事とか趣味とか、創作活動ですね。を通して、何かを生み出したり、形があるものでもないものでも、なんか自分が生み出して、世の中に影響を与えていく、貢献する、残していく、何かしらを残していくっていうのが、創造価値ですね。この何かを残すっていうのが、生きた証になるのかなっていうことで、人生の三本柱の2本目になってますね。生きた証を残すっていうのが、2つ目の柱ですね。で、3つ目の柱が、生き方を選ぶですね。これは、態度価値に通じるものがあって、態度価値ってのは、どんな辛い状況にいたとしても、どんな過酷な場所にいたとしても、自分の態度は選べる。逆境の心理学の、核になっている考え方は、この3つ目の態度価値なんですけど、フランクル哲学、逆境の心理学っていうのは、この態度価値のことを、強く言ってるのかな。ナチスの収容所とか、そう、ユダヤ人が人として扱われてなかった。
ようなもう過酷な環境で、自分の人としての尊厳とか、自由意志とかですね、は守っていいんだっていう、態度は自分で選べるんだっていうので、態度価値っていう、言葉になっている、だと思いますね。なんで、なんだろう、自分の生き方、生き方って態度ですよね。人生の歩き方でもないですけど、人との約束は絶対守るんだとか、一度やると決めたことをやり通すんだってのも態度価値になりますし、やるからには何でも全力でやるんだってのも態度価値かな。あとは、なんだろう、誰にでも優しくしようとか、自分がされて嫌なことは人にはしないみたいな、よくある、人の痛みに気づいて寄り添ってあげられるような人間になろうっていう、なんか理想の自分を描いて、理想の状態っていうかね、それを目指すのも態度価値なのかなっていう感じですね。生き方を選ぶ。人生の三本柱はこの3つがしっかり決まっていれば、人生の目的に迷うこともないのかなっていう思いですね。本当にこのフランクルの哲学を知るまでは本当に、1個目のなんだろう、体験価値、世界の素晴らしい世界を感じて、そこに価値を見出すっていうのは一番最初に見つけてて、人生が虚しいっていうのはなかったんですけど、でもなんとなく張り合いないなみたいなのがずーっとありまして、もっと早くに知ってたらなっていうのはちょっとありますね。そう、この生きた証を残す活動とか、こういう風に生きるんだみたいな態度とかね、なんか全然あやふやで、生きた証ってのは別にあれなんですよね。そんなに大それたことじゃなくていいんですよね。例えば、思い出を残すってのも生きた証にないじゃないですか。70、80過ぎた時に、人生振り返った時、もうしてこなかったなーっていう人生よりも、ありがたなー、ここにもいたなー、こういう人に出会ったなー、いろんな思い出があったなーって言って、人生終わった方がいいじゃないですか。それが、思い出が、心の中に残った感動が、そうそうそう、生きた証になるのかな、と、私は思いますね。そういうのも立派な創造価値なのかな、みたいな。それが、なんだろう。自分の身の回りの人、大事な人、家族だったり、子供とか友人とか、親でもいいのかな。先行く人、誰かしらの心に、自分という思い出が残っていれば、それが、創造価値、生きた証になるのかなっていう感じですね。家族を守って、家族と思い出を作っていくのも、立派な創造価値ですし、もちろんなんか仕事で何かを達成したり、業績とか功績とか実績か。そうそうそう。っていうのも、生きた証になるのかなって感じですね。幅広いんですよね。この間の、生きる意味もそうですし、感動の意味とかね、もう広く捉える、抽象的に捉えるっていうのがね、いいのかもしれないですね。哲学っていうのは。曖昧だけど、方向性ははっきりしてるみたいなね。感覚ですよね。抽象的なんだけど、心に響くものがあるというかね。具体的だからこそ響くってわけでもないんですけどね。なんなんでしょうね。ちょっとここら辺はちょっと小難しいんで、思考の沼にはまっちゃいそうですね。こういうなんか考えるの好きなんだよな。いや、やっぱり、なんだろう。人生探求ですね。これが生きがいですね。体験価値であり、創造価値であり、態度価値ですね。新しいことを知って、なんだろう、素晴らしいアイデアに触れて、感動して、その感動を、情報を人々に伝えていく。というのが私のこの人生の三本柱が合わさった太い柱。そう、この三本柱が、共通してというか、この三本柱が近いところで、寄り添うと、その三本が大きい太い柱になるというかね。そうそうそう、そういう感覚ですね。はい。三つ決まっててもちょっとバラバラだったり、なんか変な位置にあったら、そこでなんかグラグラじゃないですか。そう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 。なんか近い位置にあって、その3つそれぞれが影響し合うからこそ、より強固になっていくっていうかね、そういうイメージですね。なんで、順番は何だろうな。人によるのか、生き方から決めて、その想像するものを決めて、その想像するものに感動を味わうみたいなね、人もいるかもしれないですし、そうですね。順番はどれでもいいんですよね、この三本柱。いや、この考え方が素晴らしいのは、どこから始めてもいいというか、その人次第というかね、自由度があるっていうのがいいところかなっていう感じですね。もちろん感動したことから、自分でも何かを生み出せないかみたいな感じで生み出してって、それがいつしか、なんだろう、生き方にだったりとか、音楽とか、アーティストとかそうなのかな、世の中の芸術家っていうのは。まず何かに感動して心が動かして、私も何かを生み出してみようっていう衝動があって生み出して、なんだろう、クオリティを追求していく、自分の世界を追求していくっていう生き方が定まってきて、生きていくみたいなのが多いんじゃないですかね。創造価値から始まる人もいいのかな。ただただなんか本当に息を、呼吸をするように、小説を書いたりとか、曲を作ったり、漫画を書いたりとかっていう人もいますよね。なんか物心ついた時からもう自然にやってたみたいなね。で、生み出してって、そこから意味を、なんだろう、感動とか、創造価値と態度価値がもうセットになってる、生まれてきた人とかも、そういうのが天才とか呼ばれたりするんですかね。そんな感じなのかな。創造価値から入るってことは。ちょっと話長くなっちゃったり脱線したりもしたかもしれないですけど、まとめると、人生の三本柱っていうのは、フランクル哲学が元になってて、生きがいを見つける、感動を味わう、体験価値ですね。体験する、世界を味わうことに価値を見出す。で、2個目が創造価値。生きた証を残す活動ですね。何か仕事とか趣味とか、物だけじゃなくて、本当に心に残るもの、思い出を作ったりとかも、創造価値ですね。で、3つ目が態度価値、生き方。自分ルールみたいな感じですね。尊厳とかっていうのかな。
ちょっと難しい言葉を使うと、アイデンティティとかもそうですよね。自分が自分である態度とか行動とかを決めるってのも、態度価値なのかなって感じですね。求めるとこの3つですね。で、この3つがなんか近いところで、なんか、相互作用じゃないですけど、シナジーっていうのかながあると、近ければ近いほど、結びついてれば結びついてるほど、太くて強固な柱ができて、それがぶれない生き方、生きる目的、人生の目的になるんじゃないかなっていう、素なお話でした。はい。このチャンネルではね、こういうマインド系とか、あとは脳科学とか心理学とか、自分、もともと YouTube やる前ブログ、4年ぐらい書いてて、そういう情報、自分を成長させる系、自己成長を促すような人生の QOL を高めるっていう、テーマでブログ書いてるんですけど、もし興味あったら、URL 貼っとくんで、これでいいかな。見ていただけると非常に嬉しいですね。はい。そう、あと、前回言ってなかったんですけど、電子書籍を書いてまして、人生の道しるべ、前回と今回話した内容を、具体的に、そうですね、もうちょっと深掘りした内容ですね、を書いた本が、Amazon Kindle で、買えるので、そちらも見ていただけたらありがたいですね。人生の三本柱の話もしてますし、人が生きる意味ももちろん書いてますし、あとは情熱の見つけ方、情熱の意味と、あとは使命の意味、使命の正体、使命に生きるみたいなね。そちらは本を見ていただけると分かりやすいのかなって感じですね。自分のことを話すようであれなんですけど、なんか喋るより、なんか文章で伝えやすい人と言葉で伝えやすい人、なんか脳の作り的になんか二手に分かれるらしいんですよね。周りにどっちもできる言語の天才みたいな人もいたりするんですけど、どっちかというと自分は話すことより書くことの方が得意なんで、もしかしたらブログとか電子書籍で見た方が、なるほどねってなるかもしれないですね。はい。そこら辺はYouTube 慣れていくしかないですね。どうか温かく見守っていただけると嬉しいですね。はい。はい。ということで、今日は人生の三本柱、人生の目的の決め方ですね。見つけ方についてお話しさせていただきました。もし参考になったら、高評価とかシェアとかお願いいたします。あとコメントも非常に嬉しいです。そうそうそう、そうだね。コメントで、こんなことで悩んでます、みたいなメンタル系のね、悩みとか書いていただけたら、それをテーマになんかアンサー動画じゃないですけど、するかもしれないんで、悩み相談でもないんですけど、コメントをお待ちしております。はい。いずれはね、YouTube 配信でね、リアルに、そう、悩み相談とかできたらいいですね。そうですね。私のテーマはわかりやすく、実用的にですね、知識を知識で終わらせないというのが、態度価値というかポリシーですね。使えない知識はただの雑学だと思ってるんで、得た情報をどうやったら活用できるかみたいなね、日々試行錯誤して生きてるんですけど、そういう試行錯誤した、何らかの形になって、使える。そう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 、なんかパーツとか、どんなに優れてても、物にならなかったら意味ないというかね。そう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 。なんかパソコンのパーツはそれぞれ優秀なんだけど、バラバラだったら意味ないじゃないですか。自分はそれを組み立てて、動作するように、機能するように、知識が機能するように、っていうのも自分の役割なのかな、みたいな。それが自分の創造価値なのかなっていうのは最近なんか思うようになりましたね。情報とか知識をつなげてって、形にして使えるようにシェアしていくみたいな、のが私の使命なのかなって、思いますね。ちょっと最後長くなっちゃったんですけど、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。クー先生でした。またね。